はいどうも、本日は分解ですね。前回紹介しましたナイキエアズームスーパーレップを分解していきます。で、前回のライバルフライよりも上手に分解できるように頑張りたいと思います。で、前回はこのズームエアですね。前回の分解でズームエアについては紹介したので、ここではなくてこのスーパーレップならではのこのフライプレートについて、解説できるような分解をしたいと思っております。で、もう一点はもちろんアッパーですね。足あたりがどのような感じなのか想像できるように内側の面をしっかり分かりやすく紹介できる分解。で、あとは前回同様、ここですね。はい。見えますかね。はい。このストロベルの部分もしっかり10って書いてますね。分解してどれぐらいの厚さなのか、ミッドソールをどれぐらい感じるのかっていうのを伝えられればいいなと思っております。で、最後に、この素材ですね、ファイロン、クシュロンの分解をして、中の密度はどれぐらいになっているのかなども合わせて解説できればと思います。それでは分解スタート。
はい。分解が終了しました。ちょっとハプニングがあってカッターが飛ぶと。ちょっと手首に当たって傷がつくと。ちょっと気をつけてやらないといけないっていうことと、あとちょっと部品というか工具をもう少ししっかり揃えたいと思います。でないとちょっとミッドソールの分解であったりとか、本当に強固にくっついている接着剤と縫い付けですね。あと熱圧着ですとかしているので、すごい、思った以上に前回のライバルフライと比べてもやっぱりトレーニング毎日行う人もいれば高負荷のトレーニングをやる人もいるのですごく丈夫にできているってことをちょっと予想していなかったので、プラスですよね。シューズを買う人からするとここまで丈夫にできているっていうのはすごくプラスなので、いいのかなとちょっと身をもって、丈夫であることが分かったのはすごくプラスかなと思いますが、ちょっと気をつけてやっていきたいと思います。で、こちらが分解前のシューズと、はい、で分解後です。でまず表面についていたこのアークですね。アークと呼ばれるパーツから紹介したいんですが、ちょっとこれもう気づいてた人はいるかもしれないんですけど、このアーク自体がナイキのスーシュマークになっているみたいです。すごくおしゃれですよね。で、このスーシュが本当のスーシュがこう、描かれている部分っていうのは合成樹脂ですね。ここが合成樹脂で、ここも合成樹脂です。はい、で、接合面結構合成樹脂が使われていることが多かったです。で合成樹脂カッターですごい切りづらかったです。もうハサミで切らないと切れなかったので相当丈夫にできていると思います。で伸縮性は結構思ったよりもあります。結構伸びます。なので適度な圧迫感っていうのは本当に、おっしゃる通りというか、足に合った個々の足に合った形にフィットしてくれるのはこのアークのおかげ。あとはサポートもこのアークのおかげである程度足を守ってくれる、固定してくれるっていうのが、分解してみて改めて分かりました。で次にこのアークが覆いかぶさっている、足に当たる部分ですね。このアッパーです。でこの白い部分合成樹脂です。この、はい、この部分ですね。ズームエアが入っている部分に、当てはまるところは合成樹脂でしっかりサポートしています。ここもすごい切りづらかったです。ハサミでは切れましたが、カッターではちょっと切りにくかったです。で、すごい薄いですね。見てわかると思いますが、相当通気性を意識した作りになってます。かぶさっているとあんまり分かりにくいんですよね。相当分かりにくいんですけども、こう切り離してみると相当薄いのが分かります。特に足の甲っていうのはスポーツ問わず熱がこもりやすい部分なので、そういった、通気性ですね、熱を逃がすため、快適にトレーニングを行うために相当薄いメッシュを採用しています。で伸縮性はアークと同じかアーク以下って感じですね。そこまで伸びません。もちろんサポート性を重視したシューズなので、伸びにくくなっています。ただすごい柔らかいです。触り心地は、不快感はないですね。そこまで足あたりが、ソックスを履いているのであまり感じないとは思うんですが、足あたりはいい方だと思います。裏面もそこまで、不快な部分というのはないですね。この縫い付けの部分も足にそこまで当たる部分ではないので、履いていて気になることはなかったです。はい。で、ただシューレースが直接ね、ここに出ている。で、正面に出ているので、足の形によってはもしかすると、この甲のサイドっていうのが不快に感じる可能性はあります。なので、そういった方は厚いソックスで、サポートとか補っていただければと思います。で、このヒールの内側見えない部分にはスポンジですね。補強パーツといいますか、はい、柔らかいすごくソフトなスポンジが入っています。でそのスポンジの外側にわからないですか、ちょっとプラスチック、TPU ですね、やや柔らかいプラスチック、携帯のカバーのようなものが、覆われているので、直接スポンジを感じるかって言ったらそうではないですね。かかとをしっかり固定するっていう部分必要なので、こういったスポンジプラス補強パーツっていうのが入れられていることが分かりました。触っただけではなかなか分からないんですが、結構硬いですね。ただ柔軟です。すごく柔軟。はい。で、足首部分は、はい、こんな感じですね。はい。なのでやっぱりサポート重視のアッパー。なおかつ、足あたりはそこまで不快ではない柔らかいんですが、
人によってはちょっと不快に感じるっていう可能性はあるってことはご理解した方がいいのかもしれないです。私自身はそこまで感じませんでした、不快感は。はい、こんなところですかね。はい、では次にインソールですね。結構やっぱびっくりしました。ちょっと測りつつ、前半でちょっと測ったんですが、まずは前足ですね。ここすごい分厚い、密度も濃いですし、本当ラバー、何なんですかねこれね。ラバーというか EVA の厚い通常のインソールの素材をちょっと厚くした感じ。柔らかい、すごく柔らかいです。で、見えますかね。約1センチですね。で、このサイド部分を入れると、2センチ、2.5 ぐらい。あ、ごめんなさい。ちょっと高かったですね。2.5 ぐらいですね。ここですね。で、一番厚いであろうこの部分です。はい。1.5、1.4 ぐらいですね。なので、ちょうどズームエアに当たる部分ですね。ここがちょっと厚手になっています。で、せり上がってる部分を入れると、はい、2センチぐらいありますね。相当分厚いです。で、ヒールに行くにつれて、ヒールはクシュロンで柔らかいので、そこまで厚さはない。0.5、1センチはないですね。ぐらいになってます。はい、密度の濃さはどちらも変わらない。どこ行った？ちょっと待ってね。はい、ありました。はい、密度の濃さは変わらない。裏地はラバーっぽいんですが、中は EVA というかね、すごいスポンジ、密度の濃いスポンジ、しっとりしたスポンジみたくなってます。これがすごくブレーキをかけてくれますし、本当にソフト、柔らかい履き心地っていうのを提供してくれます。はい、切っちゃいましたが可愛いです。では、こっからちょっと分解が難しかった部分ですね。ちょっとここは変えていかないといけないなと思います。まずは、ストロベルですね。中板というか、インソールとミッドソールの間に入っている素材です。相当薄いです、これ。どれぐらいですかね。ちょっとまた測りをしまっちゃったんですが。相当薄い。わかんないです。3ミリぐらいですね。3ミリぐらいの薄さで、10って書いてますが、はい。で、なんかここ、縫われてますが、何の意味があるかちょっとわかんないんですが、相当薄いです。ただ、触り心地は柔らかいというか、微妙。正直微妙。柔らかいブルーに入るのかなと。これが影響してなんかこのプレートの反発を妨げしているとか、邪魔しているとか、クッションをちょっとここで押さえてしまっているってことはないぐらいなレベルですが、ちょっとやや硬い、薄い、微妙、硬い、柔らかい、微妙な感じ。あまり影響はないのかなと思います。ここまで薄いとおまけ程度と思っていただいて問題ないのかなと思います。はい。特にこれが影響して何かあるっていうのはないのかなと思います。特に言うことはないです。はい。意外でしたね。もうちょっと分厚いのが入ってると思いましたが、意外に相当薄いおまけ程度のストロベル中敷きに中板になっていました。では次ですね。ちょっとここのラバーも取ってみましたが、はい。ここは取りやすかった。相当、だからここから壊れるんでしょうね。きっと。ここから壊れていくんで、相当取りやすかったです、ここ。なので、サイドのステップを踏むときに、ここからつくと思うんですが、ここが擦れて、もしかすると破損第1号アウトソールはここになるのかなと。相当取りやすかったです。下手したら力ある人だったら手でも取れそうな感じですね。ペンチを使ったら一瞬でした。はい。で、ここはもう取れないですね。ちょっとこの異素材との、ズームエアとの部分、くっついてる部分は取りやすかったんですが、このファイロン、プレートですね。プレートとくっついてる部分も取れないですし、この中央に行くにつれて相当粘着力が上がってます。なので取りにくいというか、取れるんでしょうが、私は取ることができませんでした。で、これはもう前回もお伝えしてますが、ズームエアは相当、マックスエアとズームエアが合わさったかのような、中央に、繊維状の素材が入っていて、相当余白があるんですよね、このエアの部分が。なので、外側はすごく柔らかくて、中側が相当バンと反発するイメージですかね。で、クッシュロンですね、ヒールは柔らかいクッシュロン。ちょっとここ、取ることができます。相当密度濃いです、これ。
相当濃い。こんなに濃いのはちょっと初めてかなってぐらい濃いです。なのでライバルフライ2と比べても1と比べても取りづらかったです。はい。接着自体はそこまで強くないんですよね。強いですね。ちょっと削れてる部分があるので強いですね。本当にこれ厚くて、はい、糸のこでもないと多分うまく切れないレベルで、相当濃い密度の、はい、クシュロンが使われてます。さっきファイロンって言ったかもしれないです。クシュロンです。で、こんだけ密度が濃いとやっぱり相当柔らかいですし、反発はやっぱそこまでないんですが、ヒールから着地するゆったりした動きであったりとかっていうのにはしっかり対応してくれてるのかなと予想以上に思います。ただあまりヒールつくような動きで、使わないのでここまでする必要があったのかなっていうのはちょっと率直な疑問ですね。もうちょっと薄くして軽くできたのかなと。ただこれだけ大きいズームエアを入れるとこれぐらい均一というか統一性を持たせるためにはしっかりフラットにするためにはこれぐらいの厚さが必要だったのかもしれないです。でこの、グリップがある部分ではちょっとそこまで変わんないですけどちょっと硬いですね。ラバーなのかな。ちょっと素材感が違いますね。違う。ラバー微妙ですね。なんでしょうね。TPU っぽいちょっと異なる素材、配合が違う、もしかしたらクシュロンかもしれないんですが、ちょっとグリップ力なのでここは結構グリップ力が効くっていう風なイメージでいいと思います。この中はファイロンなんで効かないとは思いますが、この内側というか外側ですね、ここは相当グリップ力発揮できるのかなと思います。でこれがプレートの全貌ですね。ズームエアのちょうど終わりぐらいまでプレートが入っています。なので本当にここを軸にして動く動きのために作られたプレートです。で、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、せり上がってるんですよね。はい、なので、置いて、歩くときに、本当にボンと、ここだったら微妙ですけどね、ここに力が加わると相当前に、はい、こうなります。ズームフライとか、ネクストパーセントとかと同じような構造なんですが、彼らはここまでスプーン形状があるのでもっと跳ねると思います。これはあくまでズームエアを生かすために構造になっています。ズームエアの形にもなってますしね。なのでうまく自分が動けたなと思うとちゃんとこのズームエアに体重がかかっていて効率よく動けているって証拠なので、ここを頭でイメージして、はい、透けてるような感じでイメージしてバンと跳ねた時にこういうことねっていうふうに思っていただければ、足の力加減というのが自分で学ぶことができる。使っていく中でなるほどね、反発するのはここにしっかり体重を置いてダッシュとか、プランクとかやるとすごくやりやすいのかなと思います。この多分せり上がったプレートのおかげで、私も履いた時に前に持っていかれるような感覚になったのだと思います。はい、で相当これバキッて割れそうですが、相当これ力が入るとバンと反発するので、パワーがあればある人ほどより推進力を生むことができるのではないでしょうか。でこれをうまく使いこなせたら、最初はねうまく使えなくても鍛え刺さってるな、トレーニングうまくいってるなって思うバロメーターにもなると思うので、このプレートを意識イメージ透けて見えるようにイメージして動くことでこのズームエアっていうのを最大に生かして効率的にトレーニングできるのかなと。中途半端な分解にはなってしまいましたが、分解してみてこの密度の濃さであったりとかこのプレートの動きっていうのをより想像できるようになっていただけているのであれば幸いでございます。はい、分解してしまったので私はもうこれ片足しかないんですが、少しでも皆さんにこのスーパーレップっていう商品の良さ、あとは内部構造を理解してしっかり頭で理解して効率的にトレーニングできればと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。とても丈夫なシューズでした。まだ2回目の分解ですが前回のライバルフライよりもかなり丈夫にできているので耐久性は問題ないと思います。早めに、壊れてしまったとか、違和感を感じるって場合は不具合の可能性もあるのでぜひぜひ、お問い合わせしていただければと思います。はい、それでは、少しでも伝わっていれば、嬉しいんですが、次回もう少しやはりここ切り抜きたかったですね。うまく
次回バスケットボールシューズを紹介しようと思ってるんですが、もっと多分丈夫にできていると思うので、ちょっと工具を揃えてしっかりやっていきたいと思います。はい。では、本日はこの辺で。